こんにちは、みゆです。今回はクリスマスウィークの12月22日から25日にかけて行ってきたイタリア旅行のボローニャとミラノ編です。この旅行実はずっと雨。いつも元気な夫も少し風邪気味で、今回はいつもより静かめな Vlog かもしれません。天気や体調、工事中のエリアも多く、また予算を抑えながらの旅だったので、行きたかった場所や食べたかったものを全部は回りきれてない部分もありますが、無理のない範囲で楽しんでいます。そんな完璧じゃない旅も含めて、この時期のイタリアの雰囲気を一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは参りましょう。ボローニャの空港に到着しました。電車があるみたいなんですけど、だいたい1人12ユーロ、13ユーロぐらいするのですごい高いので、バスに乗ろうと思います。ボローニャ空港から市内中心部までの主な移動手段はモノレール、空港バス、タクシー、ローカルバスの4つがあります。今回私たちが選んだのはローカルバス。危なそう。空港から15分歩いたところにあるビラというバス停から乗ることができ、中心部までおよそ30分ほどで到着します。で、ボローニャ市内についてびっくりしたのが街中が工事中だったことです。ちょうどトラム工事や市内整備が進んでいる時期で、あちこちで工事をしていました。So this goes on for kilometers. There's 60 something in total, 64 kilometers I think. But it's not like the one street, I think it's more places. They also have one in a big park, which is like taking you to one street and back. But it's really long. I mean, you have to walk like an hour and a half or two and get back, which is really fun to do, but probably not in this season. ボローニャのポルティチは場所によって雰囲気が全然違っていて、歩くだけでも楽しいです。また今回みたいにずっと雨の時は本当に助かります。バレンティーニ。Hi. It's named Valentini. It looks really nice. 現在は美術館として使われているアックルシオ宮殿を通ってボローニャ旧市街の中心マッジョーレ広場にやってきました。この時広場では岩のような巨大アート作品が並ぶ展示が行われていて、ちょっと不思議な光景でした。目の前にはサンペトロニオ聖堂、ボローニャ最大の教会で外観は未完成なのが特徴です。滞在中に中にも入りたかったのですがタイミングを逃してしまいました。そして私たちはそのまま広場を通ってお昼を食べにすぐ近くのメルカットディメッツォへ向かいました。They have menu del dia. メニューでね。Yeah. ここは地元の食べ物を気軽に楽しめる屋内市場で、たくさんの人で賑わっていました。いろいろなお店がある中、私たちは海鮮のお店で海鮮ラザニアとタコとジャガイモのプレートを注文しました。This looks really good. Wow. It's actually not very salty. It's not cheese, it's like bechamel. Ah, yeah. But it looks like there's cheese on top. There's no cheese on top. Maybe, but it doesn't, it's not salty. I would like some salt. There's a lot of octopus. Not very salty though. Not salty, but the octopus is good. Maybe a bit of more salt would make it better. 全体的に塩分は控えめでしたが、海鮮はとても新鮮でした。外に出るとプロシュートやパスタ、モルタデッラ、パルミジャーノなどイタリアらしい食材がずらりと並んでいました。こちらはシモーニという老舗のお店。少し値段は張りますが、品質のいい食材が手に入ります。Overwhelmed by cheese, it's amazing. Are you gonna get it? This is really serious. I don't think they will
allow me to travel with this. Does this mean December 2022? Yeah. Oh. 歩いていたらまた美味しそうなチーズとプロシュートのお店に思わず足を止めてしまいました。Oh, look, copa. It's a small piece. 26 euros that piece. Wow. It's quite expensive. Yeah, it's the dead center. It's not going to be cheap. こちらはタンブリーニ。ボローニャで100年以上続く老舗デリで、奥にはレストランもあり、店内はとてもにぎわっていました。What is this building? I have no idea. こちらサンピエトロ大聖堂の横の通り沿いにあるクリスマスマーケットにやってきました。こちらのクリスマスマーケットでは特別にテントが張られていて、雨でもゆっくり見て回れるようになっていました。ただ食べ物はお菓子のみで、売っているものもいわゆるクリスマスマーケットらしさは正直あまり感じられませんでした。奥に見えるのがトーレ・プレンディパルテ、中世に建てられたボローニャの塔の一つで、現在は宿泊施設として使われています。こちらはたまたま通ったサンジュゼッペ通りでやっていたマーケットです。12月にハンドメイド雑貨やアート作品が並ぶクラフトマーケットが開かれているようです。おやつと夜食を探しに宿の近くにあったアルディというスーパーにやってきました。Mushroom mix. Yeah, You can use it for risotto. I guess. Let's make one. Ragu alla salsiccia. So you just boil the pasta and add this. It's Amaro Siciliano. It's a strong. Liquor, essential oils and lemon from bitter oranges. You don't want to get this. 1.5 liters. 大きいですね。夫の大好きなコーナーにやってまいりました。イタリアらしいハムやサラミ、チーズを数種類購入しました。今回泊まったのはボローニャセントラーレ駅から徒歩約10分の場所にあるフィアガリエーラ周辺です。観光地にもアクセスしやすく、街歩きをするにはとても快適なエリアでした。Wow, it smells so stinky. Yeah, it smells really strong. This is Tomini. This one? It's like an Italian camembert. You'll like it. Yeah. This is like camembert, but it's not salty. Ah. I usually like it saltier. This is Ciliegna di Scamozza Fumicciate. It's smoked cheese. This is some spicy salami, pepper salami, prosciutto cotto, and I have a bit of porchetta, which I haven't yet opened. Really interesting, it's not salty. Meats are good. Can I have some? Yeah, what would you like? You just take more out. Can you take it out? Not that easily. It's a bit stuck. It's good. But still not salty. But the porchetta wasn't that salty. I remember it not being that salty when we had it Yeah. in Rome. The Romanian one was saltier. 風邪気味で朝から雨の中歩き回っていたので、この日はお腹を満たした後、夜まで宿でゆっくり休むことにしました。メルカート・デ・レ・エルベという市場に来ました。チーズやプロシュートのお店のベルナルディやチーズのフォルマジェリア・バルビエリというお店には遅い時間でも買い物客が並んでいました。私たちはお腹がいっぱいで何も買えませんでしたが、市場の雰囲気は十分に楽しめました。特に予定はなかったので、少し歩いたところにある別のクリスマスマーケットに向かうことにしました。その途中でサンバルトロメオ・エ・サンガエターノ教会に立ち寄りました。中には立派なキリスト降誕の場面が飾られていて、とても印象的でした。さらに歩くと一部だけ木製のポルティコが残っている場所があり、思わず足を止めてしまいました。後から知ったのですが、
天井には3本の矢が刺さっているそうで、伝説が残る小さな見どころとして観光客にも人気のスポットなんだそうです。そしてついにクリスマスマーケットに到着。こちらはサンタマリア・デイ・セルヴィ教会の前で開かれているボローニャでも特に歴史のあるクリスマスマーケットの一つ、サンタルチア市です。Oh, wow. They have more Christmas things. このクリスマスマーケットではクリスマスらしい飾りや可愛い工芸品がたくさん売られていました。夫はマフラーを巻いたネズミの飾りを買ってくれました。日本だと笹に願い事を書きますが、ここではクリスマスツリーに願い事がぶら下がっていました。What did you get? 栗のお菓子とホットワイン。It's interesting, isn't it? It's very different. It tastes really natural. Mm. It's good. You're gonna finish my wine. Arancino? Arancini. What's the arte called? I don't know. Arancini, arancino. Did you feel the inside? It's rice. Ah. I like the way it smells. It smells. It tastes good. It's good, right? It's salty. It's Just hot the- inside? Yes, hot and salty, just the way you like it. Ah. I'm happy we got this. 2日目はモデナに行きました。フェラーリのミュージアムで夫は大興奮。美味しいものもたくさん食べましたが、その様子は別のビデオでご紹介します。3日目のクリスマスイブはまずボローニャのスーパーで夜ご飯を調達。ボローニャで人気のオステリアルモリーネにランチに来ました。ここは伝統的なボローニャ料理が味わえるお店で、手作りのラグーパスタやラザニアが特に評判です。私はタリアッテッレアルラグーを注文。夫はモルタデッラやサラミ、チーズが乗ったプレートをチョイスしていました。So, I don't know what this is. Ah, this is why it's gorgonzola. so creamy. That's what you were looking. It's really good. That seems like something you like. It's good? The sauce is really good. The sauce tastes so fresh. ラグーはセロリなどの野菜の甘みが感じられる深みのある味でした。ボローニャといえば世界最古の大学があることで有名ですよね。せっかくなのでボローニャの大学エリアを散策してきました。そして歩いていたら中庭が素敵なチャペルに偶然出会いました。歴史のある建物と静かな雰囲気で思わず立ち止まって見入ってしまいました。そしてどうしても本場のティラミスを食べてみたくて、クリスマスでお店が休みに入る前にたまたま通りかかったこちらのお店に入ってみました。今回のボローニャ旅行で特に印象に残った場所はこちらのサンステファノ教会です。ここの教会は一つの建物ではなく、複数の教会や礼拝堂、回廊、中庭、クリプトなどがつながってできた複合的な構造になっています。かつては7つの教会と呼ばれた場所です。It's a part of the old mosaic
They was probably found here when they built this or when they did some works. 古代ローマの神殿跡に始まり、中世からの歴史が重なった建築と、歩くだけでも歴史の中を旅しているような気分になります。今から夜ご飯を作っていきます。スーパーで買ったパスタとボロネーゼラグソースのパスタを作っていきます。Yeah. Tortellini tasting. Good. Even the supermarket tortellini ones, the pasta is really good. It's Bologna. そして楽しみにしていたティラミスも食べてみました。It's really thick and creamy. Wow. It feels more chocolatey. Maybe like the thickest I've had, I think. この日の最後は大聖堂でクリスマスイブの礼拝に参加しました。It's a high-speed train. で今ボローニャからミラノに向かう電車に乗ります。ホームは遠いですね。ホームがボローニャの駅の地下にあるのでちょっと遠いですね。なので乗る場合は早めに乗った方が良さそうです。意外とギリギリで電車に乗り込みましたが、ミラノ中央駅までは約1時間で到着しました。久しぶりにこんなに大きな駅を見た気がします。内部にはたくさんのショップやカフェがあり、おしゃれなフードコートまでありました。そこから地下鉄でミラノ旧市街の中心へ向かいました。両モ駅を出ると目の前にミラノのシンボルともいえる巨大なゴシック様式の大聖堂が見えます。建設は14世紀に始まり、完成までに約600年もかかったそうです。この日はクリスマスで大聖堂ではクリスマスの特別な礼拝が行われていました。この時間は司教による礼拝に加えてオーケストラや聖歌隊も参加する特別なもので、一目でも見ようとたくさんの人が集まっていました。クリスマス当日は中心部以外はほとんどの店が閉まっていました。せっかくなので大聖堂の周辺で開かれていたクリスマスマーケットを見て回ることに。ここのクリスマスマーケットは食べ物がとても充実していました。その場で食べられるスイーツや食べ歩きしやすい揚げピザ、パンツェロッティやライスコロッケのアランチーニなどがたくさん並んでいました。他にもソーセージやサラミの屋台があり、こちらではサラミ4種類で10ユーロというセットも売られていました。さらに少し珍しいタイプのチーズを扱うお店もあって、見ていてとても楽しかったです。美味しそう。
パニーニのお店チェサリノにやってきました。クリスマスでほとんどのお店が閉まっている中、こちらには列ができていました。ここではお手頃な値段で焼きたてのパニーニを楽しめます。私はポルケッタのパニーニ、夫はお決まりのプレートを注文していました。美味しい？パンはサクッとしていて、中のお肉とチーズが絶妙にマッチ、とても美味しかったです。おそらくミラノといえばガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世、ドーモ広場のすぐそばにあり、19世紀に建てられたショッピングアーケードです。ブランドショップやカフェ、レストランが並び、ガラス屋根と床のモザイクが圧巻でした。次に来るときはここで優雅にプロセッコを片手に休憩したいところです。この後はミラノ中央駅でゆっくりしてバスでミラノマルペンサ空港まで向かいました。雨に打たれ夫は風邪気味でしたが、それでもボローニャとミラノを私たちなりに楽しむことができました。もしおすすめの場所や次に行ってほしい場所などあれば、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。